項羽はアレキサンダー大王やナポレオンと並ぶ軍事的天才。それなのに最後の一戦で劉邦が勝ち、統一王朝漢を打ち立てました。アライグマラスカルです。皆さんこんにちは。ミステリーマープルです。今日はついていくリーダーはどっち？英雄たちを選択前編をお送りします。いきなりですがクイズです。ここに A さん B さんがいます。 A さんは一見したところプラスの面しかありません。学問があり礼儀正しく貴族の出で人の世話好き、話し方も面白いです。いかにもな愛嬌もあってミスターパーフェクト、出来すぎくんですね。片や B さん、聞くところによるとマイナスの面ばかり、教養はなく礼儀作法はゼロ、実家の農家も手伝わずゴロつきの生活、口を開けば品がないのですが愛嬌のあるものの言い方だったので子供には好かれています。出来すぎくんと対照的なのび太くんですね。 A さん B さん、ついていくならどちらにしますか？実はこの2人、司馬遼太郎さんが書かれた項羽と劉邦なんです。 A さんが項羽で B さんが劉邦。秦の始皇帝没後、ひどい扱いを受けて飢えた農民が武器を持って立ち上がり、流民となって理想でも思想でもなく追い求めたのは食だけ。新しい国のリーダーとして流民をまとめたのが項羽と劉邦でした。項羽の戦い方は凄まじく、百戦百勝の常勝将軍。例えるならアレキサンダー大王やナポレオン、日本でいうと源義経と並ぶ軍事的天才。味方を愛する心にもあふれ、劉邦と何度も戦いましたが最後の戦いまで一度も負けたことはありませんでした。項羽と劉邦の覇権争いは軍事力、資金力、教養、どれをとっても項羽が上。それなのに最後の一戦で劉邦が勝ち、統一王朝漢を打ち立てました。これは一体なぜでしょう？司馬さんの形容からリーダー2人の対照的な部分を5つ拾ってみましょう。まず1つ目は物事の白黒。項羽は世界を敵味方の黒白でしか分けることができない。一方劉邦は世界は灰色、黒にも白にもなる。確かに劉邦は負けても片方に微笑を絶えずくっつけてと描写されています。片方、面白いですね。劉邦の表情がさっと目の前に現れてきます。司馬さん独特の形容、言い回しが大好きでいつも感服してしまいます。2つ目は戦いにおけるシビアさ。項羽は戦野の至るところで虐殺、暴行を許した。自分が担ぎ出した主と仰いだ海王を追放して殺した。劉邦は戦いに勝っても領奪を許さなかった。これは劉邦の性格、平凡すぎる性格だが弾みのある雰囲気に由来すると思われ、劉邦という人間の作り出している幕兵の空気が何とも言えず生き生きとしていると描写されることになります。弾みのある雰囲気、これも司馬山調、あの感じですねと想像できてしまいますね。比較の3つ目は儒教との距離。項羽は残忍すぎて仁、真心と忠恕、思いやりの儒教を受け入れない。一方劉邦、儒教のもったいぶりが嫌いでも素直に仁の素行のようなものあり、少なくとも仁に隣り合わせた不思議な愛嬌というものがあった。劉邦は牛のようだが笑うと愛嬌がある。また司馬さん、牛のようだが愛嬌があるだなんて。比較の4つ目は血縁への言及。項羽は味方には優しく、その上血縁の長者には礼をもって過ごした。意外なほどに紳士であったという印象の伝承はこの面の人格が伝わったからとあります。劉邦にはこうあります。血族中心主義だけでは社会も政治もあるいは軍事もうまくいかないことを知りすぎていた。血縁のものに生理的な嫌悪を感じているのではないかと思われるほど心から他の才質や勇気を尊び、
さらには他人の誠実を信じた。かっこいいですね。比較の最後5つ目は仕事の進め方。降雨の特徴としては人災に対する鈍感さ。優は降雨一人で十分であり、知は部下の半蔵一人で十分であると思い込んでいる。降雨は身長184センチ、力持ち、頭脳の回転も速いからか自尊心が強すぎ、他人がよく見えない人。一方、勇ましい降雨に対して劉邦は白熱するような武勇が備わっていない。臆病で陽気、他の人を陽気にすると表され、よく人から意見を聞いた。己のよくせざることは人に任せるとあります。また本質的なこと以外はわからぬ頭だったそうで、この言い方も吹き出してしまいそう。そして自分の判断を口走らず、子供のように不思議があるのだとか。2人の印象、第一印象からだいぶ違ってきましたか？次回は配下の武将から見た2人のことなどをお伝えします。花に風に水、美青年にぴったりですね。おまけの付録レビュー。今日はアライグマラスカルです。グロー2021年2月号の付録で、表紙は菅野美穂さんですね。書店やコンビニでも買えますが、ネット通販するとこんな感じで届きます。とってもキュートなフェイス型ポーチとチェック柄のレジバッグ、癒し効果は抜群。レジバッグはぬいぐるみポーチに収納可能。普段使うバッグにラスカルを忍ばせておいたら楽しいですね。そういえば日本のアニメアライグマラスカルの声優さんって、ドラゴンボールの孫悟空や鬼太郎の声を演じた野沢雅子さんなんですよね。動物園に通ってアライグマを観察してみたものの、手ばかり洗って全然泣かなかったので、役作りには苦労されたそうです。大人っぽいタータン柄レジバッグは普段のお買い物にぴったり。赤いタータンとレアなラスカルのネームタグが可愛すぎます。タータンチェックはスコットランド生まれ。今年はエリザベス女王のプラチナジュビリーでしたので、ちょっと英国っぽいものをご紹介してみました。チャンネル登録、いいねボタンもよろしくね。ではではまたね。